I think Donald Trump hates Volodymyr Zelensky because Zelensky holds up a mirror. Zelensky's courage, clarity, his moral probity holds up a mirror in which Trump can't hide from his own depravity. But when he's reminded of what he truly is, the mask slips, doesn't it? He looks across to the Kremlin and he sees someone who is more depraved than him, and he loves it. He feels a mixture of envy and fear. 皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから1158日になりました。まずは全般的な事柄です。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士1110名、戦車8両、装甲戦闘車5両、砲70門、防空システム1機、ドローン118機、その他車両145両となっています。戦線全体では175回の地上戦の報告があり、ロシア軍はウクライナの降伏を迫るため作戦のペースを上げています。イギリス国防省は定期報告で23日から24日のロシアの攻撃について分析し、30日間のいわゆる停戦期間を利用して、ロシアはミサイルの補充と発射の準備を行い、一夜にして多方面からミサイル、ドローンを発射し、同時に複数の都市を標的にすることで、ウクライナの防空体制を機能不全に陥れることを狙ったものだったと分析しました。ロシアは少なくとも弾道ミサイル、巡航ミサイル、おとりを含む200機以上で攻撃を行い、ウクライナ空軍は112機撃墜し、81機が電子戦により行方不明となったと報告し、民間施設に損害が出たものの、ウクライナの防空は機能不全には陥らなかったと考えられます。戦況図と並んでよく見られているウクライナとロシア情勢のニュースコーナーです。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。クレムリンに近いクマクスセンターは経済レポートを発表し、ますます未体験デンジャラスゾーンに目を見開きそうになるロシア経済の現状を警告しました。それによると、ロシアでは家電や電気機器、自動車などの耐久財の販売が大きく落ち込み、第1四半期は予備的な推計としながら、家電、電子機器の販売額が 15% も落ち込み、前例のないほどに減少したと報告しました。専門家は、これらの商品は、インフレにもかかわらず価格が落ち込む局所的デフレ状態に入ったと指摘しました。その背景として、まず、借金のある人は、借り換えができず、借金の返済に追われ、需要に大きな下押し圧力がかかっている。次に、そうでない人は、商品を買うよりも、銀行にお金を預けて、毎月 2% の利息をもらうことを選んでいる。その結果耐久財の販売が急減し、価格が下落していると説明しました。ちなみに、直近3週間の価格変化は、年率換算で、スマートフォンでマイナス 43%、テレビでマイナス 44%、掃除機でマイナス 10% となっています。一方、自動車は、ほとんど価格変化はないとしながらも、販売台数は前年に比べ 46% 減少したと報告しています。また、和平協議への期待で西側ブランド解禁を期待する消費者が買い控えを起こし、パソコン、スマホ、ヘッドホンの価格は2ヶ月で 20% のペースで値崩れしているとのことです。センターでは、建設、貿易、物流の3部門のうち、まず、貿易が危機的状況に陥ったと分析し、今後建設、物流に波及し、経済全般を大幅に減速させる可能性があると警告しましたが、動画をご覧になっている視聴者様は、お分かりの通り、建設も物流も十二分にやばい状態にあります。
2番目。昨日の動画では、ジャガイモの価格が3倍になったことをお伝えしましたが、ロシア最大の農業機器メーカーのロストセルマッシュは、販売が急激に落ち込んだため、2000人の大量解雇を実施しました。それだけでなく、工場は残った従業員で週3日だけ操業する非常態勢を取りました。同社によると、昨年1年間、農業機械の生産は 12.5% 減少し、特に肥料散布機械の販売は 61% も減少、穀物収穫機は 30% の減少など、幅広い品目で需要の急減が見られました。今年はこれに輪をかけて悪化し、1月は前年の悪い数字に比べて、さらに 31.5% 売上が減少し、農業国の農業機械のトップメーカーの売上がたった89億ルーブルにとどまり、半値 8×2 割引の崩壊ステージに入ったと伝えています。同社では農家の収益が上がらないこと、高金利により農業機械の更新がストップしたほか、農業関係の補助金が大幅にカットされていることを指摘しています。それでは各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は大画面でフルスクリーン表示にしていただくと日付とともに追いかけることができます。また、この分野でこれまで起きた様々な事案からルジアンやルシアン軍など YouTube に最適化した表現を使用しています。北東部スームイ、クルスク、ハルキウ方面。ルシアン軍が侵攻の目標としているはずのスームイからクルスク、ベルゴロド、ハルキウ方面の戦況についてお伝えします。作戦に影響を与えるスームイの天気は晴れ。最高気温25度、最低気温8度。今日の天気予報は雨となっています。この方面で、ルジアンはクルスク方面で17回の地上攻撃と27回の空爆を行い、ハルキウ方面では地上戦の報告はありませんでした。クルスク方面。この方面で、ルジアンは損害を出しながらゆっくりと前進し、奪還を進め、国境で止まらずウクライナ領にも侵攻しています。1番目。ウクライナ側のジュラフカでは、位置情報付きの映像によると、ルジアンが建物の塹壕に入り拠点化を試みています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第116強度防衛旅団のもので、地図の場所で地ネズミのように地下室に出たり入ったりするルジアンの様子となっています。戦況図では、この場所まで1キロの範囲でルジアンが前進したとして更新しました。2番目。オレシュニャでは、ルジアンが機械化攻撃を行い、クルスクの完全奪還を目指しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第95エアアサルト旅団のもので、地図の場所にある青い家を自爆ドローンが観察している様子となっています。戦況図では、この場所まで400メートルの範囲で、ウクライナ軍の占領地を縮小させ、係争地が拡大したとして更新しました。ハルキウ方面。この方面で、ルジアンは新たな攻勢を仕掛けた可能性があります。リプツィの北西にあるネクホテーフカでは、ルジアンが検問所を襲撃して占領しました。ウクライナ軍がドローンで反撃を行っていることから判明しました。ご覧いただいているのはウクライナ側のもので、霧と突風の中、ルジアンが占拠した検問所の様子となっています。この場所は昨年の3月にウクライナ軍が逆侵攻して以来変化のないところでしたが、戦況図ではこの場所までルジアンが占領したとして更新しました。それ以外のベルゴロド方面では戦況図に影響のある情報はありませんでした。北東部ルハンスク州方面、東部チャシフヤール方面、クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面では4回、スバトベ・クレミンナ戦は15回、
シベルスク周辺では8回、チャシフヤール方面で13回、トレツクの方向で17回攻撃を行いました。トレツク方面。この方面のルジアンの攻勢は、兵士の損失とともに次第に衰え、前進と言えるものはなくなりました。とはいえ、トレツク攻略を諦めているわけではなく、ルジアンは偵察を行い、次の攻撃地点を探しています。こちらは、ルジアン側が撮影した市街地中心部の偵察映像となっています。建物の屋根はすべてなく、曇りがちの天気の中で、ところどころ煙が立ち上っているのがわかります。そのうち、トレツクの北の貯水池の付近では、位置情報付きの映像によると、池の付近でルジアンが観察され、ウクライナ軍がドローンで排除しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍のキジャーク国家警備旅団のもので、地図の水浴び場や釣り堀として使われている施設の様子となっています。戦況図では、この場所まで200メートル係争地が拡大したとして更新しました。南東部ドネツク州、ポクロフスク、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面の戦況についてお伝えします。この方面で、ルジアンは、ポクロフスク方面で、23の集落で、多数の地上戦の報告があり、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面で10回攻撃を行いました。ポクロフスク方面。この方面で、ルジアンは、ポクロフスクから離れた郊外で攻勢を仕掛けています。1番目。昨日の動画でルジアンが前進した可能性があるとお伝えした仮延べでは、複数の情報を総合すると、ウクライナ軍が防衛陣地に後退し、ルジアンが集落を占領したことが判明しましたので、そのように戦況図を更新しました。面積は3平方キロになります。この15キロ先に、要衝のコンスタンチノフカがありますが、ルシアン軍は、直線的に前進できる高速道路を選択せず、郊外での前進を選んでいます。この付近は下り坂ではありますが、前進するには、この付近に流れるいくつもの川を越える必要があり、防御に適した地形で、ルジアンが前進するには、相当な損失を覚悟する必要があると思われます。2番目。ポクロフスク南側のリシフカでは、位置情報付きの映像によると、ここ2週間ほどの攻勢で、ルジアンの兵力が消耗し、攻勢は再度リセットされ、ルジアンは、再び、集落の南で攻撃を開始しました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第25空挺旅団のもので、地図の場所でルジアンたちに挨拶しているところとなっています。戦況図では、攻撃の矢印の位置を変更しました。それ以外には、戦況図に影響のある情報はなく、ルシアン軍が前進するためには、次の新しいルジアンたちを前線に投入する必要がありそうです。後方地域。今日も、ルシアン領内で不審な出来事が起きています。1番目。モスクワ郊外のバラシハでは、ルシアン国防省のモスカリク将軍59が利用者用の駐車場に止めてあったフォルクスワーゲンゴルフの前を歩いていたところ、突然爆発が起き、将軍は数メートル吹き飛んで高層アパートのエントランスで死亡しました。映像では建物の複数階にわたり窓ガラスが割れているのが確認でき、衝撃の大きさが感じられます。モスカリク氏は中将で、ルシアン軍参謀本部主要作戦局副長官で、特別軍事作戦の戦略立案に参加していたと伝えられています。ウクライナ側からは何の発表もありませんが、軍事専門家のセルヒー・スグレツ氏によると、現時点で原因は不明であるが、ルシアン軍の国防省職員は、ウクライナ侵略に責任があり、正当な標的になると説明しています。2番目。ルシアン軍第112ミサイル旅団が駐留するシュヤに、再びドローン攻撃があり、SNS によると、大きな爆発音が聞こえるとのことです。地元当局では、
79機のドローンを撃墜したと主張していますが、映像では地面での爆発音や夜空に明るく光る閃光が確認できます。この旅団は、スームイの住宅地にイスカンデルミサイルを撃ち込んだ部隊とされ、17日にもウクライナから報復の攻撃を受け、これが3回目の攻撃になります。3番目。ダゲスタン共和国のキズリャルでは、鉄道の通信モジュールが破壊された情報があります。パルチザン組織のアテシュによると、軍事施設付近のモバイル通信とインターネット通信モジュールが火災で破壊され、ミグトス包囲に航空機部品を製造していたキズリャル電気機械工場と同じ場所に至るシアン軍の大隊が数日間業務が停止したとのことです。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。これらの方面でルジアンは12回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍が撃退し、戦況図に変更のある情報はありませんでした。その他、ロイターによると、ロシアの核攻撃衛星コスモス2553が制御不能な回転を見せています。この衛星は、ロシアの核宇宙兵器計画の衛星で、2022年に打ち上げられましたが、1年前から異常な回転が観察され始め、レーダーと目視観測によると、最近では制御不能状態となり、機能していないと考えられるとのことです。この衛星には核兵器は搭載されていないとされていますが、それ以外の攻撃兵器としての部品は搭載され、運用されれば、低軌道上の衛星数百個を核爆発で一度に破壊できます。ホワイトハウスは、昨年2月、ロシアが宇宙条約に違反する兵器を開発している証拠があると発表しています。今日は以上です。情勢分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連するツイッター、ノート、テレグラム、ニコニコ動画もあります。ノートでは、日々の戦況を無料で読むことができ、ニコニコ動画では、昨年8月までの戦況動画を掲載しています。何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせしますので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。